guys! Welcome to おかみず酒 ABC。 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。以前の動画で日本酒の原材料や純米、吟醸、大吟醸などのカテゴリーの違いについてご紹介いたしました。今回の動画では日本酒を購入するときにラベルに記載されているサブカテゴリーについてご説明したいと思います。サブカテゴリーのそれぞれの違いを知ると、より自分好みの日本酒を見つけられると思います。今回の動画を見て日本酒を選ぶときにぜひ役立ててください。 Let's get started! Here we go! 日本酒はカテゴリーが同じでもサブカテゴリーが違うと味わいも大きく変わってきます。例えば同じ純米酒でもそれが生酒なのか山ハイなのかで特徴が異なります。今からご説明するサブカテゴリーの日本酒用語はラベルにも記載されています。お店やインターネットで日本酒を購入の際に参考にしてください。濁り。日本酒を作る工程で日本酒と酒粕を分離するためにお酒を絞る作業があります。一般的な日本酒が無色透明な理由は、この日本酒と酒粕を分離する際に酒粕部分をしっかり取り除いているためです。濁り酒はこの工程で粗く絞って細かい酒粕を残したまま作られた日本酒です。この細かい酒粕を折と言います。折には米の旨味がぎゅっと濃縮されているため、米本来の旨味や甘みが強いのが特徴です。濁り酒は瓶の中で折が沈殿して分離するので、いろいろな飲み方が楽しめます。一つは何度か瓶を傾けて折が混ざった状態でグラスに注いで楽しむ飲み方。もう一つはグラスに注いだ後しばらく時間を置いて折が沈殿した状態で上澄みと折を別々に楽しむ飲み方です。他にもロックやソーダ割り、カクテルなどにしても楽しめます。無ろ過。絞った後の日本酒はろ過することで品質の劣化をなるべく防ぐことができます。また色も無色透明に近くなり、全体的にすっきりとした味わいのお酒に仕上がります。このろ過を行っていない日本酒のことを無ろ過と言います。無ろ過の日本酒は絞りたてに近い味わいが楽しめます。またその日本酒が持つ本来の旨味や個性などが残り、濃厚で飲み応えのある風味に仕上がります。原酒。ほとんどの日本酒は絞った後に水を加えることでアルコール度数を 15% 前後に調整しています。その他日本酒の香りや味わいのバランスを調整する意味もあります。この加水処理を行わないものを原酒と言います。なので原酒はお米本来の旨味と甘みを存分に味わうことができます。また原酒はアルコール度数が高く 20% 近いものも多いです。アルコール度数を少し抑えて飲みたい方はオンザロックがおすすめです。原酒らしい風味はそのままに、味の変化も楽しむことができます。生酒。多くの日本酒は品質を変化させる酵素の働きを止めるために絞った直後と出荷前に2回の加熱処理を行っています。この加熱処理を火入れと言います。多くの日本酒はこの火入れを2回行っています。この時一切の加熱処理を加えず生の状態で出荷される日本酒のことを生酒と呼びます。生酒は品質が変わりやすいものの、生酒にしかない特有の味わいやフレッシュなみずみずしさが特徴です。生酒は瓶の中に残る酵素の働きで酒質が変化します。そのため冷蔵庫でよく冷やして開栓後は味わいが変わらないうちに早めに飲み切ることをおすすめします。生詰め酒、生貯蔵酒。先ほど火入れについてご説明しましたが、日本酒を絞った後だけ火入れしたものを生詰め酒、
出荷前だけ火入れをしたものを生貯蔵酒と言います。どちらも火入れを1回はしているので、生酒よりも比較的酸味は落ち着いていて、口当たりはまろやかなものが多いです。生詰め酒の中でも春に瓶詰めし、半年間貯蔵庫で熟成させ、秋に出荷するものを冷やおろしと言います。生のつく日本酒はいずれもフレッシュでみずみずしい味わいが特徴です。よく冷やしてその味わいを楽しんでください。木本。木本とは日本酒造りの技法の一つで、酒造りの技法の中でも伝統的な作り方です。通常の日本酒造りでは酵母を増殖させるために必要な乳酸は人工のものを使います。しかし木本造りでは乳酸も手作業で作ります。木本造りでは酒蔵に乳酸菌が発生しやすい環境を作り、空気中や蔵の壁、天井など自然に自生する乳酸菌を繁殖させて酒造りに使っています。木本造りは他にも手間と時間がかかる作業がとても多く、熟練の技術が必要なんです。なので木本造りの日本酒は蔵元ならではの独特な味わいが生まれ、他の銘柄にはない個性が感じられます。その味わいは旨味や酸が乗っていて、パワフルで濃厚なものが多いです。ぜひその違いを飲んで試してみてください。山灰。山灰も日本酒造りの技法の一つで、木本造りと多くは同じ工程です。木本造りの作業の一部を行わずに作られた日本酒を山灰と言います。山灰は木本造りの作業の一部を行わないことで劣るというわけではなく、山灰ならではの味わいが生まれます。山灰の日本酒は木本造りより少し穏やかではありますが、木本造りらしいコク深くパワフルな味わいが楽しめます。木本造りや山灰の日本酒は温めることでより味わいの変化が楽しめるのも特徴です。さまざまな温度で変化する味わいをぜひ試してみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回の動画を見ていろんな日本酒を飲んでみたいなと思っていただけたらとても嬉しいです。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time. Bye.